滋賀の中央に位置する近江八幡。ここはグルメの穴場です。有名な近江牛の産地であり、希少なメスの近江牛が安価に食べられる。スイーツはつぶら餅。八幡宮の風情ある雰囲気でいただけます。お酒が飲みたくなったらトゥーラビス。近江八幡のクラフトビール醸造所直営のビアバーで、季節ごとの限定フレーバーのビールをいただける。看板犬に癒されながらいただくサイコンコーヒーは至高。琵琶湖に浮かぶ船でしか行けない島、ブラックバス料理など独自の名産品もある近江八幡はグルメの穴場です。電車で近江八幡へ向かっていますが、京都から新快速で約40分とアクセスがいい近江商人発祥の地ですね。江戸時代に大阪や京都で商いをするのに便利な場所でした。近江八幡駅に到着。田舎とも都会とも言えぬ雰囲気です。大きな駅ではないですが、下車する人が多くて驚きます。調べてみると、京都や大阪で働く人のベッドタウンという理由もありますが、近江八幡宮やクラブハリエなどの観光地へ訪問する観光客も多いようです。駅周辺はこんな感じです。ロータリーが充実しており、車社会のようです。ひとまず本日宿泊のビジネスホテルに荷物を預けます。これから昼ご飯を食べに近江牛の老舗へ行きます。京都や大阪よりもかなりお得に食べられます。1897年創業の近江牛の料理屋で、良質な近江牛をしゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキなどでいただけます。たくさんの受賞歴もあります。レストランではありますが、1階で近江牛の購入もできます。すき焼き用のスライスされた近江牛には美しいサシが入っています。塊のお肉も販売されています。100g で2000円と高級ですが、これですき焼きしたらめっちゃうまそうです。近江牛の特徴であるサシが細かいのはステーキ用です。近江牛料理をいただくため2階のレストランへ向かいます。少しだけ近江牛の歴史について語ります。もともと肉をほとんど食べない江戸時代でも、滋賀では特別に牛の飼育が許可され、表軍の献上品とされていました。その後、明治の文明開化ですき焼きが一般でも食べられるようになり、流通が開始。これが近江牛ブランドの始まりです。利用者は観光客はもちろん、近江八幡在住の方も多く、店内は賑わっています。予約していなかったので1時間後店内で待つことになりました。カウンター席とテーブル席がありますが、カウンター席が人気。フランベのパフォーマンスが見られるからです。残念ながら我々はテーブル席。まず1品目の滋賀県産トマトを使用した冷製スープ。しっかり裏ごししたトマトが濃くてとろみがついています。うまっ。夏だったので体を冷やす効果のあるトマトの冷えたスープは体に染みます。最高の前菜です。ツマもごまのやつのよう。滋賀県産の野菜を使用したサラダ。この音、シャキシャキのサラダです。オリジナルの人参ドレッシングが格別にうまい。レジ前で購入できるようです。メインの近江牛ステーキ。プロが鉄板で調理、家庭では作るのが難しい仕上がりです。あらかじめソースがかかっておらず、塩コショウのみの味付けなのもポイントが高い。ナイフでカットしようとするとスッと入っていきます。油は少なめ、赤身メインのお肉ですが、肉質が柔らかくジューシー。噛むほどに肉汁が飛び出てきます。飽きずにずっと食べ続けられるステーキでめっちゃうまい。久々の幸せクオリティの料理でした。ごちそうさまです。お会計は2名で9900円。質を考えると安いと思います。近江八幡の有名な観光地、八幡堀へ向かいます。駅からギリ歩いて行ける距離です。ちなみにこれは飛び出し坊や。滋賀県が発祥の地で、1973年に交通安全のために制作されました。この界隈では主に店の看板として活用されているようです。こちらの種屋は1872年創業の老舗和菓子屋近江八幡が本店で、創業当初は種を販売していましたが、お頭へと変わりました。織田信長ゆかりの寺がありました。戦国時代に成立した古い寺院で、浄土宗と法華経の争いによって有名になったようです。信長が浄土宗側に寺地を与え、西光寺が発展しました。近江八幡の駅から約 2km 歩いてようやく八幡堀に着きました。今更ですがバスでも行けるようです。
ちょんまげ頭の飛び出し坊や。この周辺は豊臣家が整備した歴史を感じるエリアです。幕末に創業した老舗のうなぎ専門店などもあります。備長炭で焼く関西風が特徴です。この先は近江八幡の歴史景観スポット八幡堀のエリアです。古い城下町で古民家を改装したショップなどが並んでいます。そのうちの一軒、陣之助コーヒーでお茶します。築300年の古民家を改装したカフェで自家焙煎のコーヒーをサイフォン抽出で提供しています。天井の梁がいいですね。一杯ずつサイフォンで丁寧にコーヒーを抽出する全国でも珍しいスタイル。1階席とテラス席は鉄と同伴可能。こちらは看板犬のサスケくん。めっちゃ人懐っこくて可愛いです。1階席は人気すぎて空きがなかったので2階席へ。サスケくんと戯れながらコーヒーが飲みたかった。サイフォンで1杯ずつコーヒーを入れるので単価は高め。コーヒーの器は自分で選べるようです。1階の器コーナーで好きなものを探します。この青い器が好みです。これにします。器にコーヒーが注がれた瞬間、サイフォン抽出により閉じ込められた香りがふらりと漂います。エチオピア産の豆を使用したオリジナル焙煎をいただきましたが、うまい。しっかりとした苦さの中にチョコレートのような甘い香りが鼻を抜けます。サイフォンで提供されているためたっぷり2杯分いただきます。単価は高いですが、量があるのでコスパよし。たっぷり水分補給をして真夏の八幡堀へ。16世紀末に城下町整備の一環として作られた運河です。琵琶湖と町をつなぐ水路として商業と物流の拠点になりました。屋形船に乗れ時代劇や映画の受け地としても利用されています。この八幡堀の近くにめっちゃうまいビアハウスがあります。大阪でここのブルワリーが作ったビールを飲んでうまかったので今回本店の近江八幡へ訪問しています。2羽のウサギののぼりが立っているところです。トゥーラビッツの名前の由来は2頭を追うもの、1頭も出ずから2頭を追わずしっかり作り込むという思いからこの名前にしたそうです。早速中でクラフトビールをいただきます。めっちゃ楽しみです。2018年にオーストラリア出身の創業者が誰でも好きなビールが見つかるようにという思いからこのお店を開業。常時8から10種ほどのクラフトビールがタップで楽しめます。季節限定のビールなどもあり好きな一杯を見つけたいと思います。サイズはパイントとハーフがありますが、これはパイント。好きな一杯が見つかる前にベロベロになってしまいそうです。多分ハーフで好きな一杯を見つけてからそれをパイントでいただくのが正解と思います。これは金柑ウィット。クラシックなベルギースタイルのウィットビールにひねりを加えた一品。国産金柑とコリアンダーを組み合わせてフルーティーで爽やかな味わい。滋賀県産生小麦も使用しており、口当たりが滑らかです。こちらはフラミンゴ。大阪で飲んでうまかったビールです。鮮やかなピンク色とシャンパンのように消えていく繊細な泡立ちが特徴。検診されたホップとレモンピール、レモンピューレを加えており、酸味を抑えつつ爽やかなレモネードという感じ。これはブルーイー、ブルーベリーのアロマが穏やかなモルトのベースと調和しています。滑らかな後味が続き、飲んだ後の爽やかな口当たりでした。店内ではタップでビールがいただけますが、運転があるためその場では飲めない。土産に持ち帰りたい場合があると思います。タップだけではなく缶ビールもあるんです。ビールの種類が多すぎて全部飲むのは無理ですね。在庫が店内の冷蔵庫に入っており、持ち帰ることができます。中を覗いてみると割引されているビールがありました。700円ぐらいのビールが220円。ちなみに私のおすすめのフラミンゴも缶ビールで販売されていました。ビール以外にも変わり種のアイスがあります。リアジェラートです。アルコールは入っていませんが、ホップが入っており、爽やかな苦味を感じるアイスです。パッと見は普通のアイス。夏の暑い日には最高です。でも食べてみると新食感、ほのかな甘みが先に来て、後からホップの苦味がじわりと口の中に広がっていきます。金柑ウィットがめっちゃ美味しかったのでおかわりしました。撮影外でもいろいろ飲みましたが、好みは金柑ウィットとフラミンゴでした。割引されていたビールを買い込みます。持ち帰って自宅でうまいビールが飲めるので、これは楽しみ。ごちそうさまでした。
正面の鳥居は4世紀くらいに創建されたと言われている神社のもので、後に帝都御手がこの地に八幡堀を作ったと言われています。神社の奥は明日行くとして、今日は八幡堀の景色だけ言います。訪問した友人の話ではかなり綺麗と聞いています。おー。両側に白壁と石垣が続く水路を眺めていると、ここだけ16世紀に戻ったみたいです。昔は近江商人の商品を運んでいた船が今は観光客を運んでいるのも情緒があります。これは桜の季節に期待ですね。もともと城下町だったこの周辺では歴史的町並み保存と活用を目的とした商業スペースがあります。町屋や蔵などを活用しているみたいです。行ってみましょう。2012年に近江八幡の街並みを残しつつ活性化する目的で作られた場所。昔の生活を感じられる展示や酒の瓶詰めに使用していたタンクなどがあります。このレトロ感たまりませんね。ちなみにこの酒蔵跡や町屋を利用した宿泊施設や近江八幡の伝統工芸や素材を使用した商品を展示販売するお店もあります。食べ物系だとナッツとドライフルーツの量り売りをしているお店があります。何十種類もの商品を瓶に詰め放題で2500円なので悪くはないかもしれません。オリジナルのミックスナッツを作れるのはいいですね。西日がきつくなってきたので一旦宿へ戻ります。行きは街並みを知るために歩いてきましたが、帰りはバスを使います。新町という停留所から近江八幡駅行きのバスが出ています。近江鉄道の親会社が西武グループであり、西武バスが走っています。よかった、ピコカが使えます。一旦部屋で西日が落ちるのを待って晩ご飯を食べに行きたいと思います。2018年にできた KB ホテルなので綺麗ですね。駅地下のビジホとしては十分です。滋賀の食材が地産地消で食べられる晩ご飯屋に向かいましたが、何やら嫌な予感がします。今日は休業日ではないのに休み。残念。ということで、近江八幡駅にやってきました。この周辺はチェーンの料理屋が並んでいますが、近江八幡ならではのラーメン屋がある。近江八幡に昔からある豚骨ラーメン屋で定休日なしで遅くまで営業しています。仕事帰りの地元客利用が多いらしいです。あえての肉醤油ラーメンです。なんで豚骨ラーメンにしないかって、ビールを飲みすぎて胃もたれしたからです。少しあっさりしたものは食べたかったんです。お味は、うまいですやん。醤油ベースですが、背脂がたっぷりと乗ったスープでパンチもある。燕三条系ラーメンの塩気を少し抑えてコクを足した感じです。醤油の色は濃いですが、そこまで塩気は強くない。ごちそうさまでした。おやすみなさい。本日は昨日行けなかった八幡宮の奥に行って琵琶湖に浮かぶ謎の島に行きます。近江八幡をぐるっと観光するつもりなのでレンタカーを借りました。ホテルが駅近だとレンタカー屋まで近いというメリットもあります。ということでまずは八幡宮から。昨日町屋クラブがあったあたりです。道が狭いため離合は開示したい。早い時間なので車通りが少なくて助かります。これで日暮八幡宮と呼びます。4月に八幡祭りという大きな祭りが開催されており、それがユネスコ無形文化遺産に登録されています。昨日写真を撮ったところの奥にある駐車場に車を止めます。すでにかなり混んでいる。日暮八幡宮の近くにある種屋で朝ごはん代わりの軽食をいただきます。お目当ては焼きたて餅にこしあんを入れて焼いたつぶら餅。近江八幡名物です。店内ではつぶら餅焼きのディスプレイがありました。たこ焼きのように餅をひっくり返しながら均一にカリッとなるまで焼いています。お土産用に持ち帰りもできますが、焼きたてが食べたいので店内利用します。開店直後に入ったのでまだ誰もいません。日中は並びが発生するほど人気だそうです。つぶら餅と抹茶のセットと追加でつぶら餅を2ついただきます。つぶら餅は滋賀のもち米を使用し、こしあんは北海道産の小豆を使用。たこ焼きみたいな刺し応え、かなり熱々のため口の中をやけどするのもたこ焼きと同じ。熱々の口の中を冷やすため急ぎ抹茶をいただきます。
こしあんと抹茶の相性は抜群ですね。抹茶に付属の黒蜜を入れてみましょう。カラカラと小気味よく混ぜて、すっきりとした甘さが最高です。甘いものを食べたら塩気のあるものが欲しくなる。狙ったかのように近くに漬物屋がありました。近江地方の伝統野菜の漬物を扱っており、1948年創業とかなりの老舗です。素材のカット、塩加減、漬け込み時間にまでこだわった素材の味を生かす漬物。千葉の在来種の下田ナスを使用した漬物。試食しましたが、うまいです。保冷バッグを持ってきていたので購入しました。さらに奥へ向かうと、八幡山ロープウェイがありました。麓から標高約271メートルの八幡山の山頂まで約4分で行けます。この周辺は高い山もなく見晴らしが良いので景色が綺麗そう。琵琶湖を一望できると聞きました。では早速行ってみましょう。ロープウェイのチケットの料金は往復で950円。10人以上は乗れそうな大きな箱ですね。我々も乗り込みましょう。山頂は景色がいい以外にも八幡城の跡や京都から移築された瑞龍寺門跡など歴史的な跡地もあるようです。八幡城の跡も気になりますが、まずは琵琶湖を見渡したい。これは瑞龍寺門跡にある願い事を聞いてくれるお地蔵様です。特に縁結びのご利益があると言われています。女性参拝者に人気っぽいです。琵琶湖を見渡すために階段を登っていますが、さすが滋賀、暑いです。京都も暑いですが、ぶっちゃけ滋賀も変わらないです。さて、山頂に到達。真正面に琵琶湖は見えますね。近江八幡はちょうど滋賀の真ん中に位置しているため、琵琶湖全体がよく見える。見渡す限り平野です。ちょうど田植えが終わったくらいの時期なので、苗の緑が美しい。近江富士もそうですが、平地にこんもりした山がある。岡山というそうです。あっちが竜王のアウトレットパークがある方面。真正面の奥に見えるのが比叡山です。滋賀と京都は近いですね。見晴らしは良く自然豊かな地なのでかなり景色が綺麗でした。正直種屋で軽食を食べるついででしたが、とてもいい観光地でした。天気がいい日に近江八幡に訪れたら必ず来てほしいおすすめのスポットです。さて、いよいよ沖島へ。琵琶湖に浮かぶ島で主に漁業を営む方々が住んでいます。堀切港から定期船に乗れば約10分で着きます。近江八幡市に位置しており、人口は200人前後。日本では唯一の湖に人が暮らす島です。沖島来島者の専用駐車場に車を止めます。ここから堀切港までは徒歩移動。堀切港には来島者の駐車場はありません。船着き場に到着。定期船の頻度は高く、1時間に1本ぐらい船が出ています。意外と島に遊びに行く人が多いですね。大津ら辺と比べて水がきれい。京都に住んでいるとわかりますが、琵琶湖の水位が下がると水が臭くなることがあります。沖島へ向かう定期船がやってきました。乗船チケットの転売所はありませんが、船のスタッフに現金を支払って購入します。往復で1000円です。さあ、船に乗りましょう。車はほとんどなく静か。路地が入り組んだ昔ながらの漁村風景というエモい島へ行ってきます。船に乗ると潮の香りが漂ってくるものと思っていましたが、全くの無臭。そういえば、琵琶湖でしたね。10分ほどして沖島の街並みが見えてきました。先ほど漁業を営む方々が住んでいると言いましたが、漁獲はすべて淡水の魚介、フナ、モロコ、エビ、ウナギ、シジミなどが取れます。フナはフナ寿司という発酵食が賛否分かれる名物です。ちょうど12時を知らせる鐘が鳴っています。パッと見は大きそうな島ですが、島の面積は 1.5 平方キロメートルしかありません。ちなみに沖島に人が定住したのは平安から鎌倉時代にかけてと言われています。琵琶湖漁業の拠点として発展したとも言われており、江戸時代には近江商人の古城を介した物流を担っていました。日本最古の寿司。
沖島漁協会館でお昼ご飯をいただくことにします。ここでは漁協婦人部が作った沖島の郷土料理が食べられます。お目当てはよそ者エビナゲット、ブラックバスとスジエビのナゲットです。ブラックバスの生臭さは解消されているのでしょうか。お手慣れ拝見です。見た目は鶏肉のナゲットみたいです。匂いは白身魚のフライで生臭さはありません。タルタルソースをつけていただきます。これうまい。食感は鶏肉と白身魚の中間みたいな感じ。弾力のある白身魚です。匂い消しのスパイスとスジエビが入っていますが、なくても臭くなさそうです。普通にコンビニで売ってほしい。うどん定食もいただきました。野菜のかき揚げ、温玉の入ったうどんとおにぎり、うろびともろこの佃煮がついています。うどんは昆布とかつおだしの優しい味付け。かき揚げは玉ねぎ、ネギ、紅生姜が入っており、うどんの優しい味とマッチしています。甘辛く炊かれたうろりともろこの佃煮もうまい。琵琶湖と共に生きる沖島を探索していきましょう。まずは沖島で人気の宿泊施設を見に行きます。前評判通り車はほぼ見かけず、とても静かです。ぐるっと島を一周しても 6.8km なので歩いて観光できる広さです。湖岸に出てきましたが、琵琶湖が広すぎて海にしか見えません。この奥に宿泊施設、湖上荘があるそうです。沖島と琵琶湖の食材を使用した湖魚料理を提供しており、1日1組限定なのでプライベートの確保できます。今回は日帰りですが、今度泊まってみたい宿の一つです。水がきれいですね。飲み水はどうしているのでしょうか。沖島町簡易水道浄水場がありました。琵琶湖の水を直接取水、浄化して島に供給しているみたいです。探していた湖上荘を発見。沖島の西端に位置しており、宿から比叡山も見えるそう。湖岸でサンセットもいいですね。港の近くに戻ってきました。カフェやソフトクリーム屋などのショップがあるみたいなので行ってみます。入り組んだ小道の中にショップが点在しているそう。大きな看板が出ているわけでもなく探索が必要です。漁協会館でもらった地図を見ながら歩いていますが、これは正しい道なのか、さすがに不安です。カフェの一福堂です。営業していれば看板の下にメニューがかけられているはずですが、本日はお休みのようです。海水浴を楽しむ方々がおられました。この辺りの水はきれいなので水着を持ってきていれば入りたかった。ソフトクリームの上りが見えてきました。オープンカフェさだなみというお店です。残念ながら休業中でした。ネットに載っている営業日と時間が当てにならないのは島あるある。先ほど湖上荘を紹介しましたが、それ以外にも宿泊施設がある。左の壁の向こうにあるのは沖島のお寺、西福寺。浄土真宗系で創建は室町時代、地元の方が行事や法要などで集まる日常生活に関わる場所です。正面に見える大きな建物は沖島コミュニティセンター。住民同士が集まってコミュニケーションしたりイベント開催の場です。島散策や沖島の工芸品の販売など観光客向けのイベントもあるようです。中心街の南、西、北といったので次は東に向かっています。いくつか飲食店があるようです。ここは洋食を提供しているサナミアン。近江牛カレー、オムライス、ガパオライス、ピザなどランチ向けの軽いメニューが豊富。さらに東へ進むと沖島の郷土料理を提供している沖島港屋さんがありました。基本的にはテイクアウトしかできませんが、食事も可能です。その場合は事前に予約する必要があります。楽しかったです。車通りが少なく、入り組んだ小道、飛びの中越え、素朴な食事、どこか懐かしい田舎の夏という感じでエモかった。沖島から戻ってきました。夕食に近江牛の名店ですき焼きを予約していますが、その前にスイカを買いに行きます。地元農家の直売所、農産物市場の愛妻館へ向かいます。直売所なのでスーパーとは異なり、地元のものが多く並んでいます。
サバのへしこがありますが、これは若狭の名物。ただ、福井と京都を結ぶサバ街道は途中で滋賀を通るため、滋賀の名物とも言います。映えスポットとして有名な琵琶湖テラスの近くで作られた卵、米を飼料に加えており、黄身が白色なのが特徴。彦根のアロエベラ、子供の頃、熱が出たらアロエを食べさせられたことがある。抗炎症、抗菌作用があるみたい。大中町産のスイカを発見、サイズを選びたいので直営店へ。近江八幡周辺は大中スイカが有名で、夏になるとスイカ直売所が並ぶスイカロードになります。豊かな土壌と琵琶湖に近い穏やかな気候でスイカが甘くなります。大きさごとに値決めされており、朝市から完売までの営業スタイル。主に地元の方が買うので値段高めのは結構余っています。色と形が綺麗なちょっとお高めのを購入。自宅用のスイカを購入できたので、近江八幡駅の近くにある近江牛専門店で食事して帰ります。精肉店がそのまま食事処をやっているスタイルで、地元民の間では有名。予約時にステーキ、すき焼き、焼肉のどれにするか聞かれます。店内は落ち着いた雰囲気で、内装に余計なお金をかけていない感じが好き。この昭和感がたまらない。今回はすき焼きを予約しました。お店ではメスの近江牛を一頭買いしており、安価に提供しています。料理に出てくる近江牛の血統がわかる陶器を見せてくれ、コピーして渡してくれます。牛の鼻紋は指紋のように一頭ごとに異なるので偽造ができない。母印みたいなものです。一頭ずつ個体識別番号が登録されており、ウェブ検索すれば先ほどの血統が見れます。メスの近江牛の油を敷いています。オスの油と異なり、あっさりした油で胃もたれしにくいのが特徴。では、近江牛のすき焼きをいただきたいと思います。関西のすき焼きです。まず、肉の上に砂糖をまぶして醤油をかけて焼くところからスタート。ちなみに関東は割り下で炊きます。出来上がり。卵にしっかりと絡めていただきます。あ、卵を溶くの忘れてた。めっちゃうまくてもったいないのでちびちび食べています。次にメスの近江牛の油でネギを炒め、その上に肉を乗せていきます。焼いたネギから甘い油の香りが漂ってきて食欲をかきたてます。今回の近江八幡グルメの中で一番うまいです。メスの近江牛の油を吸ったネギと肉の組み合わせはやばい。普段こんなにサシの入った肉を食べたら胃もたれの予兆が出るのですが、それがない。油を食べてみてと店主に勧められ食べましたが、マジであっさりしてうまいです。ジンギスカンなどもそうですが、油がうまいとそれを吸った野菜もうまくなります。で、うまい野菜とうまいお肉を組み合わせると最強になります。あえて1枚だけお肉を残しているのは作戦です。そう、あのお肉が1枚あればご飯一膳余裕で食べられます。お酒も飲んで、これだけお肉も食べて2人で1万円ちょっとでした。すき焼き1万円と書いていますが、大食いでなければ2名分の量とのことです。うますぎ、コスパ良さすぎなので、ここは必ず再訪します。今回、近江八幡グルメを中心に旅行しましたが、いいですね。まず、京都から40分、東京からでも新幹線に乗れば3時間かからずにアクセスできる。次に、八幡宮や沖島など見応えのある観光地もある。最後に、グルメがうますぎる。琵琶湖の湖魚、肥沃な土壌で育った野菜、そして近江牛、最高のグルメ旅でした。京都旅行するなら、1日は近江八幡観光に使ってみてはいかがでしょうか。